さて、東京駅丸の内線、地下鉄丸の内線の東京駅に着きました。今私はこっちですね、赤坂見附方面から池袋に行く方の列車に乗って東京駅に着きました。ここの、1個手前ですねは銀座になります。でこっちも来ましたね。こっちは、池袋方面から新宿方面に向かう丸の内線ですね。で今夏休み中とはいえ、大人はみんな平日なので、平日の朝8時26分なんで、いわゆる通勤ラッシュの時間ですね。ですので本当は多分もうちょっと、この時間混んでそうですけど、さっきのこれの前に乗ってきた銀座線も含めていつもより空いてるなっていう感じはするので、おそらく多分、夏休みを取ってる方々もいらっしゃるでしょうし、子供が夏休みだからということで、在宅勤務されてる方がもしかしたらそれなりにいるからかなともちょっと思いますが、東京駅は、地下鉄は丸の内線だけかな。そうですね、直接、ちょっと経由すると行けるものはちょっと歩くと大手町とか行けなくはないんですけど、東京駅としてはおそらく地下鉄は丸の内線ですかね。で今、JR の方の改札に向かってます。もちろん、新幹線も、ここから JR の中から乗れますので、JR の、いわゆる中央線とか、京浜東北線とかっていう、普通列車だけじゃなくて、JR の新幹線ですね。東海道新幹線、新大阪方面の、京都大阪方面の東海道新幹線と、あとは新潟とか長野、金沢方面に行く上越新幹線も、上越北陸新幹線もここからですね。で今ここは丸の内地下中央口となってますけど、こっちがあれですね、丸の内口というか丸の内地下中央口になります。でここまっすぐ入っていくと、そのまま電車、新幹線とか、多分成田エクスプレスとかもですね、ここから乗れるんですけども、私は反対側の出口に今日は行きたいので、実はここ改札を通って抜けていくと、入場料がもちろん取られるので、今日は、歩いて反対側口に行きたいと思います。ちなみに今私が来た方向から、改札に向かって右に行くと京葉線っていうディズニーランドに行くような、電車 JR ですねがあります。私はその反対に行きます。もし新幹線とか乗る方はここでですね、切符が買えます。でこの先に行くとですね、もちろん英語のメニューとかもあるので、ここで外国人の方々もご購入いただけますし、あんまりまだ日本に慣れてないという方々はこの先ですね、ここに緑の窓口っていう有人対応の、チケット売り場がありますので、こちらの方に来ていただければと思います。ただここもですね、もちろん時期時間帯によってめちゃめちゃ混んでますので、朝早いとですね、今まだ全然大丈夫ですけど、場合によっては結構早めに来ていただいた方がいいかなと思います。ここは丸の内地下
北口っていう出口もありますね。はい、もう当然ですけど東京駅、日本一二を争う電車の発着および1日あたりの人の乗り降りがありますので、いろんな方向に出入り口もありますし、本当に大きい駅です。ただやっぱ多分乗客の乗り降りでは多分新宿駅の方が多いって言われてるはずなので、そっちと比較するとそうですね、通勤時間帯とかどうなんだろうな、ちょっと肌感で分からないですけど、どっちでも両方混んでるなっていうぐらいしか個人的にはないので、ただ、日本で1、2を争う電車の発着本数と人の移動が行われている駅ですね。今、私が丸ノ内線を降りてきたところは、いわゆる丸の内というエリアなので、出口もだいたい丸の内出口とか丸の内北口とかですね、丸の内っていう通称がついているようなエリアです。で今私は反対側に行くって言ったんですけど、それは八重洲口と言われているエリアでして、なので丸の内と八重洲っていうのが両側に分かれて出入り口を形成しているのが東京駅ですね。でちょうど今ここ縦のラインというか、グランスタ地下北口っていうのもありますが、あれですね、グランスタっていうのが東京駅の商業施設というか、主にショッピングとレストランのエリアになりますが、こういう北口みたいなグランスタ口みたいなのも今はできてますね。昔はなかったと思います。この辺とかここのカフェというかレストランはいわゆる日本の喫茶店みたいな雰囲気のところで、多分朝モーニングとかもモーニングメニューというのがあるので、トーストと、それにコーヒーつけて今だと700円800円900円ぐらいですかね。で結構雰囲気のいいお店で、外国人の方々も結構いらっしゃいますね。結構あそこいつも混んでるイメージがあります。私たまに朝のこの通勤時間帯にここ通ることあるんですけど、やっぱりいつもよりも人通りが少ないですね、明らかに。これ多分日本が夏休みだからだと思います。で日本の社会人の大人は基本的には8月の13、14、15っていうのが、日本のお盆休みという、夏の長期というか、ちょっとそのお墓参り的な昔からの行事の期間で、なのでそこは基本的にはそのサービス業とか接客業の方々以外は普通のオフィスワークの人は休む時期になってます。ただ当然今もうね、昔と違ってそこに前後して7月から9月の間に、自分の休みたい時に、ある程度周りと調整しながら休んでくださいというのが夏休みになっているので、やっぱりお盆はね、みんな結構混んでたりとかするので、あえてお盆をずらして、そこから8月の下旬とか、だいたいお子さんがいらっしゃる子供がいるとですね、7月の下旬から8月末までが子どもたちの休みになるので、そこに合わせてかつ一番混むお盆の時期をずらして、休みを取るっていう人たちが多いのかなと思います。今ですね、看板に出てきてますけど、八重洲口という名前が出てくるようになりました。本来ね、今ちょっとまだ8時台なのでお店が開いてませんけど、この辺ほぼ飲食店とお土産物屋さんが
並んでいるエリアですね。とはいえ基本的にはやっぱ東京駅、その観光も含め国内の出張の人とかもすごい多い駅なので、やっぱり飲食店とお土産物屋さんがほとんどですかね。服屋さんとかやっぱほとんど全体的に少ないと思いますね。なのでこっち側の東京駅一番街と呼ばれているエリアで、要は八重洲口側がですね、東京駅一番街と呼ばれています。ごめんなさい、東京駅一番街と呼ばれているエリアがありますっていう形ですね。はい、で今私反対側の出口に着きました。まさにこれが JR ですねの、八重洲口。多分ここ八重洲何口なんだろう。八重洲地下中央口なので、八重洲口の一番ど真ん中かな。東京クラフトビアスタンドが違うのか、これプロントがやってるんですかね。プロントっていうカフェのチェーン店ですね。でも東京クラフトっていうビールスタンドと、あとはもう本当にカフェ的な要素で、朝はモーニングセットをやってますね。でこれ今地下にいるんですけど、一旦地上に出てみますね。今ずっと地下を歩ってきて、地下からも入れますが、八重洲口側の新幹線の出入り口、今の地下からももちろん入っていけるんですけど、チケットとかをちゃんと買おうと思うと多分上に来た方がいいのかなと思うので、そうですね、ここが、地上のというか1階ですね。東北上越北陸新幹線の方の八重洲中央口ですね。で、こっち反対側じゃない、その奥ですね。奥は東海道山陽新幹線の八重洲口です。で、ここはもう直接それぞれの改札が直接違うか、嘘ごめんなさい。こっちは、東海道山陽新幹線の方はもうここが直接の新幹線乗り場なので、新幹線のチケットと一緒に、入っていくとかですね。でこっちの、東北上越北陸新幹線は、ここに普通列車ですね。あそこにいっぱい並んでますけど、このですね、2つのアルファベットと四角で囲まれた、中央線だとかちょっと全部わかんないですね。山手線とか、こういういわゆる普通列車の入り口兼東北北陸新幹線にも乗れるという場所になります。これなんでかというとですね、細かいんですけど、日本的な都合で、この東京駅はどちらかというと JR 東日本という会社が運営しています。でこっちの東海道新幹線とかっていう、そのいわゆる大阪に行く方の新幹線は JR 東海という会社が運行してまして、元は国鉄という国の、鉄道会社だったんですけど、それが民間になり分割され、エリアによって会社が分かれています。その関係で、基本的にはどっちかというとここは JR 東日本のエリアになってくるので、JR 東日本側の電車に関して、もういわゆる普通列車に関しては、ここからも乗れるし、かつ新幹線もここから入れるという形ですね。で東海道新幹線側に入ってしまうと、もうここはもう新幹線のエリアでしかないので、普通列車に乗ることはできないので、もし東京駅から、これ反対側の丸の内線からも一緒ですけど、でもそうか、丸の内口には直接東海道山陽新幹線への乗り場はないので、丸の内口で間違うことはないんですけど、もしこっちですね、八重洲口から乗る場合には、入り口を間違うと違う方に行ってしまうので気をつけてください。とはいえ八重洲口から普通列車、例えば山手線とか中央線乗りたいと思って東海道線の今のこの目の前にある改札を取ろうと思っても切符が足りないのでどっちでも乗れないんですけど、今多分ちょうど今そこで今こちらに向かってくる外国人の方は
私が今説明したようなことを多分迷っていて、係の方に聞いて、あなたはこっちですよっていうふうに言われた感じですね。はい、ということで、一応外出てみましょう。で新幹線とかですね、普通列車入り口、各出口側にいくつかあるので、そこは今私が見たところだけじゃなくて多分全部で5箇所以上10箇所未満ぐらいは少なくともあると思うので、あとここもですね有人対応の、切符売り場なので、新幹線だけじゃなくて普通列車とか特急も買えるんですけど、新幹線を買う場合には、ここで買っていただければと思います。まさに今私が出たこっちがですね、JR じゃない東京駅八重洲口になります。もう本当どっちかというとオフィス街ですね。さてここ、日本橋3丁目の交差点ですね。要はこっちが日本橋です。こっちが東京駅です。で反対に行くとこっちが京橋、さらにその先銀座になります。でこっちに行くとですね八丁堀っていう地域になります。はい、では八重洲口、東京駅の八重洲口に向かって歩いていきたいと思いますが、ですね、八重地下っていう風に書いてありまして、八重洲地下街っていうのがこの下に広がってます。で基本飲食店がメインで、ちょっとユニクロ入ったりとかするんですけど、今そちらの方を歩ってみたいと思います。今ちょうどですね平日のお昼時12時過ぎぐらいなので飲食店が混んでるんじゃないかなと思います。ここはですね、これなんかしゃぶしゃぶ田島屋、ここめっちゃ並んでるぞ。ここなんだ、すごい並んでますね。八重洲口のほんと12時過ぎなのでパスタ屋さんですね、めっちゃ並んでます。その先は根岸牛タンですね、牛タン屋さんで、こっち側、カレンシックスンジ外貨両替所ですね。もう全部並んでんじゃないですか。これ左側はですねエリックサウスっていうカレー屋さんですね。インドカレー系ですかね。でここがエリックサウス、ここ人気のカレー屋さんですね。でここラーメン専門ラーメン七彩飯店で、これ実はですねこれだけちょっと、個別で説明すると、これ今東京駅の八重洲口なんですけど、これの反対、さっき私が入ってきた方ですね、逆にまっすぐ反対側に行くとですね八丁堀という駅に行くんですけど、八丁堀の駅の方にですね七彩っていうどっちかというと本店がありまして、そっちのラーメンめっちゃ美味しいのでおすすめです。で最近ですねここにその七彩飯店っていう形でチャーハンとかちょっとラーメンの種類を減らして出してるお店がここにできて、ここも並んでますね。でこの先蕎麦屋さん、蕎麦切りみょうた、いずれにしてもですねめっちゃどこも混んでますね。ただ昼時だから混んでるってわけじゃなくて、多分今のは全部美味しくて人気のお店だからっていうのがあるので、ただ昼時だから混んでるってわけじゃないとは思いますですね。あとは、ローソンコンビニストアがあったりとか、これバービーズ、これあれですねステーキとかですけど、これ反対側の入り口ですかね。でイオン銀行の ATM、 保険屋さんですね。と整骨院、これ、左側は松本清というドラッグストア、右側はユニクロですね。なんかユニクロあれですね、黄色い色を使って、これなんですか UV カット、夏だからですかね、 UV カットをすごい歌ってる、ちょっと今までと異なるデザインになってますねお店が。
とはアイブロウ専門店。次なんでしょうね。次は箸屋さん、お箸ですね。と洋服のお直し、靴のお直し、修理。こっち紳士服屋さんまたはワイシャツ屋さんですね。はい。あとは右側、北海道フーディストっていう日本の一番北海道の、なんで北海道のお店、なんでしたっけ、物産展じゃなくて、アンテナショップ、日本語じゃ和製英語ですけどね、多分アンテナショップっていう形ですかね。北海道のものを扱ってます。で今ここですね、実は一周できるので反対側も行ってみたいと思います。ちなみにこっちにそのまま歩っていくと東京駅に行きます。私は戻りますね、反対側を。メガネ屋さんがあって、蜂蜜屋さんがあって、これなんだ、お香ですね。ここマンモスコーヒーめっちゃ混んでますね。コーヒー屋さん、これ多分日本じゃなくて韓国かどっかのブランドだと思いますけどね。朝もめっちゃ混んでましたね。でネイルがあって、マッサージがあって、であれですね、さっきの反対側に来てるんで、ユニクロの、反対側の入り口になります。ここコンタクトレンズですね。この辺はですね、今向かって右側、私がさっき歩ってきたところの反対側なので、大きい店舗、全店舗かな、基本的には反対側と同じですね。右側はこれ HIS、 これ旅行代理店ですね。でスターバックス、今はブドウの季節、でももう季節のフラペチーノは売り切れ、ソールドアウトですね。でここも人気ですね。バービーズっていう、ハンバーガーとかステーキとかのお店ですね。で右側これ楽天、携帯電話屋さん。左側はレンタカー屋さんですね。でまた飲食店が多いエリアに来ましたけど、右側吉野家、牛丼ですね。1杯400円450円で食べられる牛丼。次ペッパーランチ、ここステーキですね。お手軽に食べられるステーキです。次銀座ライオン、もうビール飲むならここですね。と、あとは左側うなぎ屋さんがあったり、右側酒屋さんですね。お酒が売ってます。めっちゃなんかウイスキーがめっちゃ置いてありますね。ウイスキーが多いのかも、ここは。ワインとかもあるのかな。ウイスキーがめっちゃ多いですね。その隣も一緒か。こっちにビールとか日本酒とか、が置いてありますね。はい。で左側は神田屋大衆酒場、いわゆる定食屋さん的なとこですね。でタリーズ、これカフェですね。でこれがさっき私が入ってきた俺の真正面ですね。ここに和光っていうとんかつ屋さんがあって、はい、以上、多分ここの正面のところ多分喫煙所がある感じですね。ということでこんな感じですね。八重洲口の地下ですね。東京駅八重洲口の地下には飲食店を中心とした、お店が並んでます。東京駅もちろん広いので、駅の中にも駅の改札の手前および改札入った後もですね、お土産物屋さんとか飲食店とか、中心にたくさん入ってます。でさっき朝私が、降りたですね、丸の内側、丸の内口ですね、八重洲口の反対側になりますけど、そっちも、お店が地下に、改札の手前、もちろん改札入った後あります。で結構日本人もそうですし、外国人の方々も、旅行観光できた場合にですね、本当に東京駅周辺たくさんのお店がありますので、そこを歩ってみるだけでも十分楽しめるんじゃないかなというふうに思います。
いやただ多分おそらくですけど、もともと八重洲口こっち側の方がですね、こういう地下街みたいなのがおそらく発展してたというかたくさんあったので、今から私がまた戻って東京駅の方に向かってますけど、そっちの方にですね、今歩いた八重洲地下街のお店以上に多分もっと2倍3倍の広さで飲食店を中心にお店が広がっているので、本当にたくさんありますね。もう今戻ってきましたマンモスコーヒーですね。めっちゃ並んでますね。多分マンモスコーヒーっていうぐらいなんで一つ一つの量が多いんですかね。そういう意味では多分他と違って要は味もさることながら量も含めてこう差別化をしてるお店なんですかね。ちょっと正直お店は私飲んだことないんで分かんないんですけど、はい、でさっきの、ところに戻ってきました。でここからが、東京駅に近づいてきましたね。でこれ下の方に行くと駐車場があったりとかですね。でどっかに地図ないかな。あったあった。八重地下ってもう全部八重地下なんですけど、八重洲地下街。私が今歩ってきたところはこの右側ですね。でその奥にまだありますって言ったのはここからこの辺からこの縦のラインですね。ここも飲食店が並んでいるので本当に広いです。でこれまっすぐこのまま進んでいくと東京駅の改札に出ます。ですのでちょっとそうですね、この両側の飲食店を全部ちょっと巡ることは今回しないですが、こっちの方に来るとどっちかというとアパレルとかですね、ファッション系のお店とかも増えてくるので、それもウィンドウショッピング楽しめると思います。このまままっすぐ行くとですね、東京駅に直結している大丸というデパート百貨店があるので、その辺もやっぱ高級ブランドとか、が入っているので、そこも入って散策楽しめるかなと思います。で私が朝ですね、来たところはここの上から降りてきて、八重洲口の新幹線八重洲口の出口から出てきて降りてきてこの辺で映像を止めたので、はい、また一旦ここで終了になります。はい、引き続き八重洲地下街です。私ちょっとこの後大阪に出張で行くので、朝来た時にですねスーツケースをここのロッカーに預けてました。東京駅もちろんたくさんロッカーがあります。基本的にはですね、現金ではなくてクレジットカードとかスイカとか QR コード決済とかで、じゃないと使えない、現金では使えないっていうものが増えてきてるなと思いますので、今の時代ね、東京駅とか使う人で現金しか持ってないっていう人はそんなに多くないと思うんで、でも一応、気をつけてください。でもちろん現金が使えるところもあると思うんで、ただ減ってきてはいるんでね。で今東京駅の方に、私まだ八重洲口にいるんですけど、東京駅の方に向かって今からお土産を買ってチケット買ってお昼ご飯のお弁当を買って新幹線乗り込もうかなと思います。時間はまだ決めてないんでですね。ちょっとまず最初にあれかな、大丸っていう百貨店、さっき朝降りてきて、さっきこの1個前の動画を止めたのもここのエリアです。はい、でここですね、大丸っていうデパートがあるので、ここによってお土産と新幹線の中で食べるお弁当を買おうかなと思います。大丸は今ここ地下1階ですけど、地下1階から13階までですね、12階13階がレストランになっているので、とんかつのまい泉銀座アスタとか、本当に日本の全国の有名なお店が
入ってますね。はい。で大体デパ地下っていう言葉が日本にはですね、デパートの地下ですね。デパートの地下はお土産物とか、お惣菜、ご飯とかが売ってるっていうのがあるんですけど、ここも大丸の東京駅店もですね、地下1階が、お土産物と食べ物、まあお弁当とかですね、お惣菜屋さんになってます。何買っていきましょうかね。ダロワイユはそれパリのものですか。豆源、これ麻布かな。何がいいだろう。デパ地下とかですね、お土産とかこう見てるだけで楽しいですよね。いろんな色とりどりの色だけ見てても楽しいですし、それが食べ物だったりとかするとさらにどれ買うかめっちゃ迷います。私食べ物決めるのすごい優柔不断なんで。かまぼこ屋さん、上海まんじゅう、これは柿安か。お惣菜のチェーン店ですね。並びとかめっちゃうまそうですよね。私柿安よく使います。こっちは明治屋が入ってる。明治屋っていうスーパーが大丸の中に入ってるのかな。果物とかね。果物は何が入ってるんだろう。千疋屋かな、違うのか。明治屋さんがやってるのか。もうここは本当スーパー、高級スーパーなので、もう本当にあれですね、食材、野菜から果物から、もちろんお弁当からお寿司、お肉、お魚、全部売ってますね。でお刺身だったらね、例えばホテルとかに持って帰って食べるってこともできますし、ちょっと生のお肉は難しいですけどね。まあ、ローストビーフとかだったら大丈夫ですね。まあ、パン屋さん、これなんかミニバン、メゾンカイザー、ヒムラヤの系列ですね。パン屋さんとかだとね、日本のものなのか、ね、よくあるフランスのブランドが来てるのかっていうのがちょっと言語だけだと分かんないですけど、これワイン屋さんですね。グレイス甲州、グリド甲州、ちょっと余談ですけど、このワインのメーカーさん、まあ、山梨県勝沼町、まあ、今は甲州市ですけどにあるんですけど、20名ぐらいの規模の小さいワイナリーなんですが、このグレイス甲州っていうですね、甲州種、これ世界で今ブランドとして認められているブドウの品種ですが、このグレイス甲州っていうフラッグシップのワインをですね、多分製造の半分ぐらいを海外に輸出エクスポートしている日本の小規模なメーカーとしてはすごい特徴的な海外進出とか、日本のその甲州というブランドをですね、世界に根付かせるためにすごいチャレンジをしている素晴らしいワインメーカーさんですね。はい、でまた、いわゆるデパ地下の方に戻ってきて、何買おうかな。自分のお弁当が先に決めたくなりますね。全部美味しそう。でもね、正解サンドイッチ、穴子寿司、美味しそう。大名マスやばい。天然マグロ、スズヒロ、塚田農場、鱗。
いうことで、もう本当何を買おうか迷うぐらいですね。お弁当屋さん、お惣菜屋さん、お土産物屋さん揃ってますし、この奥行くとですね、ここもレストランが地下1階にもちょっとだけ入ってますね。ここも多分、ラーメン屋さんとか有名店入ってるのかな。牛タン、もんじゃ焼きの空屋とか入ってるんですね。ここもおすすめですけど、はい、ということで、ヤバトン、これヤバトンは、愛知県名古屋の、名物味噌とんかつのブランドですね。はい、ということでちょっと今からお土産と自分のお弁当を買うので一旦終了します。はい、結果的にお弁当はこの恵比寿大黒っていうお店で買いました。買ったものはそこにあるですね、イカと大葉のかき揚げとこのタコ飯の入ったですねお弁当です。さあ、ここに買ってスーツケースとともに、じゃあこれはですね、さっきの大丸のデパ地下です。お土産は別の銀座六名館っていうお店で、季節ね、これからの季節の栗のお菓子を買いました。さて、今から新幹線のチケットを買いたいと思います。東海道山陽新幹線乗り場っていうのが案内がありますね。私は今日は大阪方面に行くので東海道新幹線に乗ります。ここ朝ですね、さっき朝もここからこの改札口を見て、このコーヒー屋さんを見て、クラフトビールがあるじゃんみたいな話をして、この階段登りました。同じところを登っていきます。さっきもお伝えした通りですね、上がった瞬間のところは東北上越新幹線、要は JR 東日本管轄の新幹線ですね。で、私は大阪方面行きたいので東海道山陽新幹線、要は JR 東海さんがやってる方の東海道新幹線乗りたいと思います。さあ、チケットですね。これ映んのかな、英語にしてみようか。指定席、新幹線フローム東京から、新大阪、日付は今日 Today、 時間は今かな、1時台、今何時だ、今1時2分、1時台ですね。1時台で1アダルト、1時12分、乗れるか1時12分、通常のシート、大きいサイズの荷物に対する注意事項ですね。はい、コンファーム、通常のシート、自分で選びたい。何号車でもいい、13号車ぐらいでしょうか。なるほど。結構混んでますね。当たり前か、この時期だし。結構混んでるって言ってですね、こうやって選んでいくと自分で席を選ぶことが
できます。じゃあさっきのこの辺だと多分違った。これか。これにしてみましょうか。そうですね。新幹線、新大阪の後、大阪シティゾーン、そうですね、大阪市内なんで、このまま JR のチケットはいらない、そうですね、ワンウェイ、別に帰りはまた違うルートなんで、じゃあ、これでコンファームします。ちょっと待っててくださいね。14,000円。今クレジットカード入れました。これで暗証番号を入れて、でシャープボタンですね。レシート、領収書欲しいのでレシート、あとはもうここから切符が出てきます。クレジットカードが出てきて、切符、領収書等々が出てきましたね。領収書、これか。これがチケットですね。はい。では、このまま新幹線に乗りたいと思います。はい、改札を通りました。私は何番線なんでしょうね。こちらは出口改札です。切符はすべて回収です。1時12分博多行きなんで、ちゃんとですね、こういうところに何号車は何番線とか出てるので、私のは19番線ですね。はい、19番線は奥の方ですね。そうですね、右側に行くと1号車から10号車、左側に行くと11号車から16号車とかで書いてあるので、私は今回4号車なんで右側上がっていきますね。外国人観光客の方が多いですね。本当一昔前に比べて日本に来ていただける外国人観光客の方が増えたんで、新幹線とかも本当に満車状態みたいなのが結構続いてますね。平日も今まではね休日だけだったんですけど、さて4号車どこだ。今ちょうど私が乗る新幹線、車内清掃が終わって扉が開きましたね。私4号車なので前の方へ歩っていきます。新大阪、新神戸、岡山、広島、新山口、小倉 and 羽田 terminal。駅の新幹線のプラットフォームにもですね、お弁当屋さんとかコンビニとかありますんで、別に私みたいに、東京駅入る前のデパ地下とかで買ってこなくてもですね、おにぎり、お弁当、お酒、ジュース、飲み物、お菓子、ちょっとしたお土産全部揃いますので、直接ホームに来ちゃっても全然問題ないです。
車でもそこが4号車なので、私ちょっとお茶買いたいので1回戻りますが、これがN700 系シュプリームという最新、一番新しいのがの新幹線ですね。はい、ではもうあとは乗るだけなので一旦ここで終わりにします。